皆さんこんにちは、ケニーです。今回も eFootball アプリの戦術的解説をお届けします。この動画ではクライフ式343をテーマに解説していきます。クライフ式343は中盤がダイヤモンド型になるのが大きな特徴のフォーメーションです。3バックでボールを保持しながら中央に人数を集め、ピッチ全体を使って試合をコントロールする、非常にロマンのある形として知られています。この動画ではそんなクライフ式343を使って eFootball における究極のポゼッションを目指します。難易度は非常に高いですが、その分プレイしていて楽しい戦術なので、ぜひこの動画を参考に実践してみてください。まずはクライフ式343の歴史について触れておきます。このフォーメーションで名を馳せたのが、ヨハン・クライフが監督を務めた1990年代のバルセロナ、いわゆるドリームチームの時代です。8889シーズンからクライフが指揮を取り始めたバルセロナは、3年目の9091シーズンからリーガエスパニョーラ4連覇を達成します。ただ、ドリームチームの価値はタイトルの数以上にその後のサッカー戦術に与えた影響の大きさにあります。バルセロナイコールポゼッションというイメージはこの時代から明確に形作られたものです。では、その中身についても見ていきましょう。ドリームチームというとロマーリオの存在を思い浮かべる方も多いと思います。確かにロマーリオはストライカーとして強烈な印象を残しました。ただ実際にはロマーリオがフルシーズンで活躍したのは9394シーズンの1年のみで、それ以外の多くの期間はラウドルップをはじめとした偽9番的な選手が起用されました。ロマーリオのような純粋なストライカーはドリームチームの中ではむしろ例外的な存在だったと言えます。そもそもクライフは自身が現役時代偽9番的な役割でプレーしていた選手です。ゴールを奪うために前線に張るのではなく、下がってボールを受け中盤で数的優位を作る。この考え方はドリームチームにも色濃く反映されています。そしてこの偽9番の動きとセットで重要になるのがウィングの役割です。クライフ式343ではウィングがタッチライン際まで開き、ピッチの幅を最大化します。これにより中央に広いスペースが生まれ、ボール保持が成立しやすくなります。ただ、ウィングの役割は幅を取るだけではありません。偽9番が下がることで空いた中央のスペースにタイミングよく内側に入り込むのも重要な仕事でした。そのためドリームチームではいわゆるストライカー的な能力を持つ選手が中央ではなくウィングとして起用されるケースも少なくありませんでした。サイドに開いたポジションからゴール前に入っていくこのウィングの動きもクライフ式343の特徴です。最後にこのフォーメーションを語る上で欠かせないのが中盤ダイヤモンドの底、アンカーの存在です。ここには若き日のグアルディオラが起用されていました。クライフはこのポジションを最も重要であると位置づけ、本来であれば守備的な選手が置かれがちなこの場所に、あえてテクニック型のグアルディオラを配置しています。その背景にあるのがクライフの哲学です。ボールを失わなければ守備をする必要はない。その象徴がこのアンカーの陣線でした。ただ、この理想が常に機能していたわけではありません。実際のドリームチームはカウンターを受ける場面も非常に多く、守備は決して安定していたとは言えませんでした。その危うさから当時はスペインのサスペンス映画の巨匠になぞらえてヒッチコックディフェンスと揶揄されていたそうです。そしてその約20年後、このクライフの思想をより現実的な形で完成させたのがグアルディオラが監督として率いたいわゆるペップバルサです。ドリームチームでアンカーを務めていたグアルディオラ自身がクライフの哲学を受け継ぎ、ポゼッションと守備のバランスを高い次元で成立させました。つまりクライフ式343はこの時代に完成した戦術というよりも、後のバルセロナ、そして現代サッカーへと続く土台となったフォーメーションであると言えます。さて、ここからは理論ではなく実践の話です。このクライフ式343を eFootball でどのように設計するのか、そのスカットを解説していきます。今回のスカットがこちらです。まず、チームスタイルがサイドアタックであることに注意してください。理由はサイドのセンターバックがボールを持った時のサポートの動きです。サイドアタックでは基本的にこの時、中盤の選手がサイドに流れサポートを行います。一方、ポゼッションでは中盤の選手が中央に留まり、サイドハーフの選手が下がってくる傾向があります。今回はドリームチームと同じく偽9番を採用するので、その分サイドの選手が高い位置を取り、相手のディフェンスラインを押し下げることが非常に重要です。そのため今回はポゼッションではなくサイドアタックを使用します。またサイドアタックを使うことの利点は他にもありますが、それについてはこの後解説します。
次に攻守のシステムについて。攻撃時は中盤がダイヤモンドになる343を形成し、中央に人数を集めながらボール保持をするというのは見たままのコンセプトです。一方で守備時は両端の DMF に選手指示ラインダウンを設定することで541のブロックを作ります。いわゆる偽サイドバックの形で、ボールを持っている時は中央で優位性を作り、失った瞬間には幅を消して守る構造になっています。次に各ポジションの人選について解説していきます。まずはセンターフォワードについて。ここはセカンドトップ起用にして選手指示でディフェンシブを設定します。これは裏への抜け出しを抑え、前線に張らずに下がってボールを受ける偽9番の動きを再現するためです。ただ、ゴールを決める場面は多いので、決定力がある選手を起用することが重要です。次に両サイドハーフ。ここは常に高い位置でサイドに開き、ピッチの幅を最大化する必要があるため、プレースタイルは2列目からの飛び出しか無印がおすすめです。また、1対1の状況を作る場面も多いので、スピードがあり、ドリブルで仕掛けられる選手が理想になります。トップ下は CMF 起用にして選手指示でディフェンシブを設定します。裏抜けの動きをなくし、常に中央でパスの受け手になれるようにすることでポゼッションを安定させる狙いです。また、守備時には541の中央を守る役割も担うため、守備能力も重要になります。さらに理想を言えば、フェノミナルパスのスキルを持っている選手です。この理由については、後ほどプレー解説の中で触れていきます。次に、守備時にサイドバックの役割を担う DMF、いわゆる偽サイドバックのポジション。ここはサイドでドリブラーと対峙できる守備力が必要になります。加えてスピードやパスなどの数値が高ければ攻撃面で大きなアドバンテージになります。次に中央の DMF。ここにはプレースタイルがアンカーの選手を起用します。常に低い位置で構え、ボール保持を安定させる役割です。ここの選手が動きすぎるとフォーメーション全体のバランスが崩れてしまいます。スキル面ではルーレットを持っていると理想で、これについても理由は後ほど解説します。最後に3バックについて。ドリームチーム時代のバルセロナでは中央のセンターバックにロングパスの上手いクーマンを配置し、そこから一気にウィングへ展開する形が定番でした。ただクーマンはスピードに不安があったため、両脇にはフェレールのような足の速い選手を配置し役割分担をしていました。今回はこの構造をそのまま取り入れ、中央には多少スピードや守備に不安があってもウィングへのロングパスを安定して供給できる選手を置き、その両脇を守備力に優れたセンターバックで固めています。ここまでが今回のクライフ式343におけるシステムと人選の考え方です。次はこれらが実際の試合でどのように機能するのか、プレイ解説を通して見ていきます。まずはセンターフォワード、偽9番のプレーを見ていきます。先ほどの起用によってセンターフォワードは前線に張らず中盤まで下がってフリーでボールを受けることができます。この時両サイドハーフが高い位置を取っているのも重要なポイントです。サイドの選手が相手ディフェンスラインを押し下げることで中央にスペースが生まれ、偽9番のフリーの状況がより明確になります。あとは状況に応じてドリブルで仕掛けるのもよし、ボールをキープして味方に展開するのもよしです。偽9番を起点に自由度の高いプレーを楽しむことができます。Everyone's seen death in their dreams, but we still wake up and go to sleep. Everyone's seen death in their dreams, but we still
また、偽9番はボール保持だけでなく得点にも関与します。その際に有効になるテクニックがシュートキャンセルです。偽9番はその性質上、相手ディフェンスラインからワンテンポ遅れてゴール前に入ってくる場面が多くなります。この時、周辺にはスペースがありますが、同時に目の前にはディフェンダーもいるため、素直にシュートを打つとブロックされてしまいがちです。そこで使いたいのがシュートキャンセルです。ニアを狙うように見せてシュートをキャンセルし、ディフェンダーの動きを止めてから反転し、ファーへ流し込む。この形が非常に有効になります。このパターンはこの後のプレイ解説でも何度か登場するので、ぜひその点も意識しながら見てみてください。次に中央のセンターバックのプレーについて。このポジションはドリームチーム時代のクーマンと同じようにサイドへのロングパスで攻撃の流れを一気に変えていきます。ボールを持った瞬間に相手の位置を確認し、逆サイドにスペースがあれば迷わず展開する。偽9番を採用している今回の戦術では、このプレーが前進の起点になります。また、この選手には低弾道ロブのスキルがあれば、より質の高いパスを供給することができます。鋭いボールでウィングに届けることで、相手サイドバックが寄せる前にドリブルを開始でき、攻撃のスピードが向上します。I got a bottle of Grey Goose and ice cubes. Have a drink that'll put me in the right mood. 80 proof's gonna lower my IQ. And I've been the same way since high school. I look shorty right in her brown eyes. She about to take a trip to Cloud 9. I'm the man, baby. I get the crowd hype. I turn the cadence of a hook into a soundbite. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it bounce. Mama see the foot cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime in my money back. Everybody wanna know. 次にトップ下のプレーを見ていきます。ドリームチームでこのポジションを務めていたのがホセマリア・バケーロです。ロマリオやラウドルップのような派手さはありませんが、この選手もドリームチームを支えた重要なピースでした。バケーロの最大の特徴はワンタッチプレーのうまさです。縦パスを受けて前を向くのではなく、ワンタッチで次の選手に預ける。いわゆるレイオフを多用し、相手を中央に引きつけてからボールを散らす役割を担っていました。これにより受けた選手は前を向くことができます。クライフはワンタッチでプレーできれば素晴らしい選手、2タッチはまあまあ、3タッチはダメな選手という言葉を残していますが、バケーロはまさにワンタッチでプレーできる選手でした。今回はこの中盤でのワンタッチプレーをそのまま e フットボールに落とし込みます。相手に背中を向けたまま無理に前を向こうとせず、後ろの選手にボールを落とす。これだけでプレーにリズムが生まれ、相手のプレスを自然と外すことができます。この時、フェノミナルパスのスキルを持っていれば、多少無理な角度のパスも正確に通すことが可能になります。
目立つプレーではありませんが、今回のクライフ式343を成立させる上で非常に重要な役割です。さらにトップ下のプレーでもう一つ重要なのが裏への抜け出しです。ただし今回は選手指示でディフェンシブを設定しているため自発的に裏へ走る動きは発生しません。そこで使うのがパス&ゴーの操作です。偽9番とトップ下、ともに裏へのアクションがなく落ち着いた展開から急に最終ラインの背後を狙う。このギャップによって相手は対応が遅れ決定機につながります。今回の戦術における重要な得点パターンの一つです。次に偽サイドバックの DMF のプレーを見ていきます。まず重要なのはビルドアップにおける役割です。今回はチームスタイルがサイドアタックなので、サイドのセンターバックがボールを持った瞬間に DMF はサイドへ開いてボールを受けようとします。多くの相手はそこへのパスコースを遮断しようと動きますが、その結果フォワード間のゲートが開き中央へのパスが通せるようになります。このおとりとも言えるポジショニングこそが今回サイドアタックを採用した理由であり、偽サイドバックの DMF がビルドアップで果たすべきタスクです。ビルドアップの際はぜひこの動きを意識してみてください。
large particle beam weapons. また、先ほど解説したトップ下と同様に、偽サイドバックの選手にパス&ゴーを入力して裏を狙うのも非常に有効です。ここの選手にスピードがあれば理想的なのはこのためで、この形も今回の戦術における重要な得点パターンの一つになります。Weapons activated. さらに頻度は多くないですが、パス&ゴーを使わなくても自発的に裏へ走る場面が出てくるのもサイドアタックならではの特徴です。中央で崩す局面では、ボールだけでなく偽サイドバックの動きやポジショニングにも注目してみてください。次にサイドハーフのプレーについて。ドリームチームでは偽9番が下がって生まれた中央のスペースにウィングが斜めに入っていくタスクがありましたが、e フットボールでは現状その動きを再現性を持って実現することができません。その分今回の戦術においてサイドハーフにはドリブルが求められます。サイドで1対1の状況を作り、そこから仕掛けて中央に折り返す。シンプルなこのプレーが攻撃の質を大きく左右します。プレースキルが求められますが、ここでのドリブル突破ができるようになると得点力は一気に上がります。Lions gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young.
Savannah, I'm coming home, Savannah. また、低い位置からパス&ゴーを使ってサイドハーフを走らせるプレーも重要になります。偽9番を採用している戦術では、どうしても縦に速い攻撃が少なくなりがちですが、この形を使うことで一気に前進する選択肢を持つことができます。シンプルですが、相手の守備が整う前に一気に決定機を作れるのが大きなメリットです。今回はあくまでもボール保持が前提の戦術ではありますが、相手の立ち位置や試合状況によっては意図的に狙っていきたいプレーになります。I said I'm moving too far. Get to glass. You're looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast. Didn't even get to glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you want. 最後に中央の DMF、アンカーのプレーについて。クライフが最も重要なポジションと語ったこの場所では、相手のプレスを受けながらもボールを失わずにキープするプレーが求められます。そこでポイントになるのがルーレットのスキルです。ルーレットは横からボールを奪いに来る相手に対して特に有効で、正しく使えば相手のプレスを簡単に無効化できます。もちろん、奪われた時のリスクがあるため、使う状況を選ぶ必要はありますが、プレスしても奪えないという印象を相手に与えること自体が、試合を通した駆け引きとして非常に大きな意味を持ちます。最後に試合を行う上で最も重要なメンタル面にも触れておきます。今回のスカットは偽9番を軸にしたボール保持を中心とした戦術です。そのため試合に勝ちたい、点を取りたいという意識が逆にマイナスに働くことがあります。ここがこれまで紹介してきた戦術との大きな違いです。
例えば以前紹介した局所型4231では前線にラインブレイカーを配置しているため点を取りに行くという意識そのものが攻撃を加速させてくれました。いわば勝ちに行く戦術です。一方で今回のクライフ式343はボールを持つことで相手に攻撃をさせず試合の主導権を握り続けることを目的とした負けない戦術であると言えます。古代中国の兵法書孫子にはよく戦う者は腐敗の地に立ち、しかして敵の敗を失わざるなりという言葉があります。戦上手な者はまず自軍を決して負けない体勢に置き、その上で敵が見せた隙を確実につくという意味です。今回のクライフ式343はまさにこの考え方を体現した戦術です。無理に縦に急ぐことなく、まずはボールを保持する。試合をコントロールしながら常にチームを負けない状態、つまり0対0の状況に置き続ける。その積み重ねの中で相手が焦って前に出てきた瞬間に初めて攻撃のギアを上げる。ボール保持は全てそのための準備です。だからこそこの戦術では点を取らなければならないという焦りは不要です。むしろ点が入らない時間帯を楽しめるかどうかがクライフ式343を使いこなせるかの分かれ目になります。もし最後まで大きな隙が生まれなければ0対0で終わってもいい。それくらいの余裕を持ってプレイしてみてください。ボールを握り相手を動かし続ける。そして相手が崩れたその一瞬だけを逃さずつく。この感覚を味わえたとき、クライフ式343という戦術の本当の面白さがきっと見えてくるはずです。この動画ではクライフ式343をテーマに、その歴史や思想、e フットボールでの設計、そしてプレーをする上での心構えを解説してきました。この戦術は派手に点を奪うためのものではなく、ボールを保持し続けることで試合を支配し、相手の隙を静かに待つ、非常に奥深い戦術です。扱うのは簡単ではありませんが、その分理解が深まるほどプレーの質と楽しさが確実に増していきます。ぜひ今回の内容を参考に実践してみてください。では今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルでは今後も戦術系の動画や現実のチームの再現動画を投稿していきます。興味があったり参考になった方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。